花はきれいに咲いてるんですよね。で太陽はさんさんと照ってるし気持ちもいいんですよ。でも気持ちいいなって思ってても何マイクロシーベルトだからあかんよってダメだよって言われるわけですよね。アメリカなんかね、年間普通に暮らしていて3ミリシーベルトでしょ、年間被曝量が。日本もともと 1.4 ですからずっと低いわけですよ。スウェーデンなんかもっと高いですよね。5、6ミリシーベルトは自然被曝してますからね。そういうことが分かってくるにつれてどんどん分からなくなるんですよ。だから測ることは測れるけども、この数値はどういう程度のものなのかっていうのが分かんない。だから美味しさまずさでも分からない、見た目でも分からない、どうやっても分かんないんですよ。ただ分かるのは何ベクレルですよっていう、何マイクロシーベルトですよっていうのは分かりますがこれどういう意味を持っている数値なのかっていうのが分かんないですね。政府とか県とかそういうガバメントはなんていうんですかね、こうパニックになったら困るだろうという発想で情報を制御してたと思いますね。でも実際にパニックを起こしたのは地元じゃないですよね。地元は全然パニックを起こしてないです。一番ひどい渦中っていうかトラブルの真ん中にいるとパニックを起こさないですね。もう諦めがつくっていうんでしょうかね。ジタバタしてもしょうがないっていうんですかね。たまたま国から復興構想会議のメンバーに入るようにっていう要請があったので、それを受けて、でこの地域の県内の状況を国にちゃんと話さなきゃいけないっていう思いがありましたからね。だから毎週1回以上東京で会議ですから、自殺する人がものすごく増えたんですよ。その事故の後2ヶ月で5人ですよ。普通は考えられない数です。もともと精神が不安定な方もいたんですけども、特に精神が不安定だった方にとっては放射能っていう相手の出現というか、放射能って自分の感覚が信じられないわけでしょ。だから暑いとか臭いとか痛いとかっていうのが何もないわけですから、その感覚に戻ってくることでなんていうか精神が安定するっていう部分がとてもあるんですよね。自分の感覚が信じられないってなった時にこれちょっとかなりきついですね、暮らしていくっていうのは。普段皆さんってだいたい1分間に12回から13回くらいなんですね、呼吸が。っていうことは1回に5秒ですよ。だけどお経を唱えてる時って15秒から20秒くらい持ってるんですね。15秒くらいは吐き続けてるんですよ。で一瞬で吸うでしょ。それがまた15秒20秒持つわけですよ。
ていうことは普段の呼吸ってどれだけ使い切らないうちに吸ってるかっていうことですよね。まだまだ使えるのに使わないで次のやつ入れてるわけでしょ。どん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 活性酸素できるんですよ。もっと使わなきゃ。祈りとかお経をあげるとか座禅をするとか、要するにね、それは体の節電なんですよ。でこの原発があるために世の中どんどん電気使ってきたでしょ。でも人間も呼吸がどんどん速くなってどんどんその息の無駄遣いしてたんですよ。もっと自分で節電する、自分の体の節電をするっていう、それによって自分で活性酸素を生み出さず自分を傷つけないっていうことが大事だと思いますよね。万学の勝負は蓬莱を包みよ。日本ってとにかく地震多いんですよ。今震度4以上の地震が世界の10分の1起こってるんです。地震が起こり、富士山が爆発し、大火事が起こり、そういう災害がものすごく多かったから、そういう心情を持つようになってきた。だから無常っていうのを行動規範にしていったんですね。やっぱ今回も本当に一から出直すしかないんですけども、だから再稼働してそのあたりから出直すのか、もっと根本の位置に戻るのか、どこまで戻るのかっていうことがやっぱり今問われているような気がしますね。